てるオメガレイとオメガリオです。そしてはい。はい、こんにちにんにんぽこだよナッツピーナッツくんタッチ。どうもどうも。今日はね、はいポコピーに来てもらいました。ようこそ。結構久々。そうだよ。そうだよね。明けまして明けおめ。明けおめでとうございます。遅ことよろ。遅いわ遅いよ。すごいな。果てしなく遅いね遅いね。なんかカフェになったりしてたよね。そうだよ。ピーナッツくんカフェでしょ。知ってんの？知ってあ、る？行った全然知らないけど。いや知ってるだろ。行った全然知らないけど。渋谷のバカだったよね。何が美味しかった？タピオカ。いやないわ。ないわタピオカ。今日はね、ということでね、4人でボードゲーをやっていきたいんですよ。はい。やったー。何やんだろう。お久しぶりです。お久しぶりですね。今日やるボードゲームは、はいザ・ポエティックマンション。何それ。これはね、うん。マンションポエムを作るゲームなんですけど、なるほど。マンションポエム。マンションポエムってわかります？千葉県にはね、ないかもしれないけど。わかる。マンションありますマンションはあるよよ。ね。マンションあんの？マンションある。 2階建て2階建てのマンション。いやしかもそんな二階建てアパートだろそんな。こういうやつですよ。なるほどね。あそうー。こういうのね。あれね、工事中のとこに貼ってるよね。このボードゲームはね、はい。マンションポエムを作って、はい。マンションの契約を取るっていうゲームなんですよ。あ、なるほどね。そう。ここの4人のうち1人は、うんこうマンションを買うお客様になります。客？あそして残りの3人は、マンションを営業で売るあ、営業マンになる。営業マンですなるね。ほどなるほど。めっちゃ得皆さん営業得意なんですか？意。めっちゃ得意。あ、もうね。知らなかった。め営業っちゃ得意。ね、マジでバリバリ営業得意だわ。でもリオちゃん逆にできそうだからね。あ、そう得意。そういうこと。同意で攻めたね。同意営業。そう無理やり受注に持ってくわ。受注とか言っちゃった。受注って何？受注って何？受注って何？全部何でも契約取っちゃう。すごそう。すごそう。そう。そしてね、このマンションポエムと一緒に、なんかマンションの良さをプレゼンしてって、その一人買う人は、どれか一つのマンションを選ぶっていうゲームになっています。あ、なるほどね。まあ、営業力が試されるゲームなんですね。はちょっとやってみましょう。い。やってみましょう。それではね、はい。まずはレイちゃんが買う人をやります。あ、客ね、あんたが。客いらっしゃいまが。せ。はい、いらっしゃいませ。そんな感じだっけ？ようこそおいでやすい。どうしたお茶にしましょうか。じゃあ3人にはね、ポエムを作ってもらいますからね。はい。まずね、お客様がどんなテーマのマンションが欲しいかっていうので、テーマを決めます。テーマね。今回のはい。レイちゃんの欲しいマンションのテーマは、できるだけ安くて快適な家が欲しい。あ、なるほどね。学生さんだな。できるだけ安い家が欲しいんだ。タワマンだけど欲しいのは。趣味には金使うのに家にはさ金使わないよ系ね。そういう系だ。チなるほどねャリ使うタイプ。あ、なるほど。もうダメだよ。電車お客様はタクシー神様だから。そうだった。タクシーやば。じゃあこのテーマに沿ったマンションポエムを皆さんに作っていただきます。はい、わかりました。ポエムはポエム1、2、3のこの順番になってるカードがあるんですね。はい。でこの3枚のカードを組み合わせて作ります。はい。はい。ではまず3人にね、ポエム1、2、3を4枚ずつ渡します。はい。はい。じゃあピーナッツくんにまずポエム1を4枚、はい。そしてリオちゃんがポエム2を4枚、 4枚。そしてポンポコちゃんがポエム3を4枚取ってください。そしたら自分だけで見て好きなカードをね1枚取ります。あ、選ぶんですね。ドラフト制ですね。あ、なるほど好き。なカードを1枚選んで取ったらなるほどなるほど隣の人に渡します。時計回りでいきましょう。合いそうなやつね。なるほどできるね。だけ安くて快適な家が欲しいというテーマに合ったカードを1枚選んで隣の人に渡してください。なるほど。むずいや結構。むず。みんな選びましたか？選びましたもちろん。では発表タイムに移りましょう。はい。はい。じゃあピーナッツくんから。はい。すいません、マンション探してて、あ、ようこそいらっしゃいました。はいコミッションのマンション。はい。でなんかできるだけちょっと安くてはい。快適な家に住みたいんですよね。快適で安い。はい。なかなか首都圏内ですとね、なかなかないと思うんですけど、はいそうですよね山手線の内側と外側でだいぶ変わってくるんですよ。やっぱまあそこが内側がいいんですよね、あれば。内側。そうですねあ。そうですか。はい。そしたらこういうのはどうでしょう。どんなですか？やだわ、こんな店員。それはなるほど。それは断言される？アーバンライフを満喫ああ、なするるほど。お無限のポテンシャル。おああポ
テンシャルがあるっていうことでね、やっぱ値段も上から下まであるみたいな感じなんですかね。そうなんですよ。あーなるほどまあ都会なるは山手線の内側にはあるんですけれども、はいそんなに新築とかはい築年数は経っちゃってます。あーただポテンシャルあるんですよ。なるほど。はい、ご自身がリフォームされたり、リノベーション、なるほど。あれなんいじっていい感じなんですね。あ、なるほどね。いじっていいです。リフォームしていいんすね。それはもうはい、もうあれです。大家さんもおばあちゃんで、もうずいぶんもうヨボヨボなんあ、おで、年なんだ。はい、自由自由ここからどうなるかわかんないんで自由です。あ、なるほどね。なるほいいじゃん。なるほどねいいかも。はい。あ、じゃあ考えますねありがとうございあ、よろしくお願いします。家賃5万、4万です。あ、安い。マジ安いじゃん。じゃあ次。じゃあ次リオちゃんね。はい。すいません。あ、いらっしゃいまちょっと元気せ。あ、いらっしゃいませ。マンションを探してて、ぶっ壊居酒屋。ブックオフ。できるだけ安くてはい快適な家が欲しいんですよね。あ、なるほどですね。はあー、ちょっと調べますね。はいカタカタカチャ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 。あ、お客さん。はいありますわ。あ、本当ですいか。い物件見つけちゃいました。声量がすごい。じゃあまずなるねほ、どはいこちらはい。オデッセイの始まりはいつもオデッセイ。オデッセイと書いて冒険と読む。冒険冒険逆だ。冒険と書いてあ冒険好きですかお客さん。そうですね。まあなるほどうん、安いのがいいんですけどね。歩くのとか好きですか？歩くのも好きですね。あ、そうですか。駅から家近い方がいいですか？近い方がいいですね。なるほど快適な方がいいんでね。わかりました。首都圏を徒歩圏に。おー、めっちゃいいじゃん。これは徒歩1秒。徒歩1秒のどこに駅から首都圏からはい。そしてはい。覚醒。どういうこと？あ、どこが好きですか？ちなみにどこら辺がいいですか？やっぱザギン。あ、ザギンあー徒歩2分っすね。ザギンは。絶対高いだろそれ。めちゃくちゃ高いじゃん。いやでもね、覚醒って書いてあるじゃないですか。はいちょっと幽霊出るんですよね。ちょっと幽霊が出ちゃう。ちょっとね、ちょっとだけ事故物件なんですよ。ちょっとそれはで、めっちゃいい幽霊なんですよね。なるほどね。はい。なるほどなるほど。で、めっちゃいい家賃も2.5万で、うん安っ。事故物件なんで安いんですよ。快適ですよ。それははちょっと出るってねはい。マイナスな情でも報しかオデッセイ冒険が始められるんでここで。考えますね。はい、お願いします。はい。では次、はい。ポポコちゃん。いらっしゃいませ。すいません。マンションを探してて、できるだけ安くて快適な家が欲しいんですよ。あー、安いってなるとやっぱりちょっと中心地が離れて若干ちょっと田舎のあたりになるんですけど、でもここはそうですよね。でもここでのね暮らしはね、はい。一品変わってますので、変わってるんですよ。んだどういうことだろう。紹介させていただきますね。普通でもいいんですけどね。ここでの暮らしはは誰も知らないはい。マイホーム。素敵。やりそうあり快そう。適ですよここは。素朴快適さで言うと安さ快適さすべて兼ね備えてますねやっぱり。なるほどね。在宅ワークですよね。そうですだね。そうなのわざわざだってそうなんかスーパーとか通そう。ね、ね。群馬そう群馬とか。ウーバーイーツは入んないです。あ、マイナスじゃん。やっぱ快適な家っていうことで、やっぱウーバーイーツはすごい大事なんですよ。そうですよね。もう抑えてますんでそこだけは。えね。抑えて家賃いくらですか。ダメじゃん。家賃はいくらなんですか。家賃ははいまあ5万6千円だと思います。あちょっと高いな。ちょっと高めですね。広いです広いです。あ、広いんですね。なるほ誰も知らない穴場ですよ。ど。あ、なるほど。考えます。ありがとうございます。はい。はい。発表します。はい。お願いしますお。願いします。私が今回購入させていただくマンションは、はい。すごい。マジ。一番上のマンションにさせていただきます。よっしゃー。見たか。ね、お化けが出るとこと、ウーバーイーツが届かないのはちょっとそこはダメですね。やっぱり。ありがとうございますこれからさ、はいウーバーはこれから開通するし、お化けはさ除霊できんのに。それはちょっとわからないんで。ねあとやっぱ快適な家が欲しいということでね、アーバンライフを満喫するという言葉にはグッときましたね。あー、お目が高いお客様。こちら買わせていただきます。家賃も1万5,000円でしたっけ？いや、すげえ安いできるやん。 1万5,000円に抑えさせていただきます。はい、ありがとうございます。安かったんで。なんなのそれ。めちゃくちゃ安いじゃん。すげえじゃん。おめしの動画。ではね、はい。次ははい。今勝ったねピーナッツくん、はいお客さんやってもらいましょう。はい。いいねいいねいいやっね。たいいよー。。マンション買えんのか、嬉しいな、それだけで。いいな。では、はい。ピーナッツくんの求める物件のテーマははい。はい。てけてけててん。こちら。おやばー、すげえやべえ愛。人と住むための隠れ家を手配したい。やべえ。あちょっとやべえやつ。クズじゃん。あすいません。
仕事だけ考えてくださいね、あなたたちは。マジかよ。簡単愛人なこいつ愛人と住むんだ。やだな。違う。バレる住みはしない、住みはしない、ちょくちょく行くだけ。やだ、キモ住みはいしじゃん。ないから。はい、では皆さん選びましたか。はい、やりましたありがとうございます。いい感じです。じゃあポンポコさんに行きますね。あ、どうもすいません。はい、先生。あ、元気が。なんかどうしました。アホの子みたい。いや、あんまり大きな声では言えないんですけど、愛人と住むちょっとやめてください。愛人と住むための隠れ家を手配したいんですけど、やめてください、そんな。ちょっと探してきますね。はい。愛人と住むための言うなって隠れ家がいいらしい。言うなって大声で。じゃ言うやん。これですね、わかりました。あ、いいのあるらしいです。あ、いいのありますか。ですすいません、お願いします。でちょっと紹介させていただきますね。はい。にぎわいと大丈夫ですか。静寂。にぎわいと静寂の地。どこか異国のそれに似た僕のそれにハワイ税の極み。すごい。税の極み。なんか寿司のネタ見て。本当だよ。極み。すごいな。にぎわいがはい。あなたの今持たれてる家庭です。求めてるのは静寂。あ、見せかけの愛ってこと？すごい場所だね。幸せな家庭を持って愛人を持って税の極みですよ。あ、なるほど。あ、なるほどね。なるほどね。いいですね、これなかなか。やっぱ伝わりますね。これがどれだけ素晴らしいなかなかいい物へー件を紹介してくださるな。なるほどねポコマンショップ。ありがとうございます。コマンちょうどコーヒー機に。あ、じゃあリオちゃん。カラン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 。あ、いらっしゃいませ。あ、すごい。あ、いらっしゃいませ。素敵な声ですね。こんにちは。どうされました？ドンとされました。ドンとされました。いや、あまり大きい声では言えないんですけど。なんか見たことある顔してますよ、お客さん。すいません、どうしました？どうしました？はい。やだな。いや、すいません。はい愛人。ユミコの友達、ユミコの彼氏？ユミコの彼氏よね？ユミコ。すいません、なんでもないです。どうしました？ユミコはまあはい。ユミコの彼氏なんですけど。いや、じゃあ最近結婚したんだ。旦那さんですよね、ユミコの。あ、そうです。はい、どうしました？もう無理じゃん。もう言えないわ。言ってください。でもお客さんなんで。あ、愛人と言いますか。は？いやことなの。まあ好きな人とね一緒に住むための隠れ家っていうか、そういう隠れ蓑を手配したいんですけど。ちょっと汗が出てきましたなんか。いやユミコのこと一旦忘れろって。あ、わかりましたわかりました。あ、なるほどですね。あ、でも私ちょっと結構ユミコ好きじゃないんで。結構。ちょうどいいじゃん。最低かよ。ちょっと探しますね。見つかりました。あ、本当ですか。はい。よかった、ありがとうございます。ユミコには申し訳ないけどね。はい。こちら安らぎは今再びの静寂のサンクチュアリ。何ですか。ユミコ言ってましたわ。なんか最近離婚したいって言ってて。でもまたなんかより戻したみたいな言ってて。だから今再びのなんか幸せを持ったんだなと思って、愛人さんと多分一緒にいたい気持ちが溢れちゃったんですね、多分。まあ僕自身はそうで安らぎを求めてるんですよ。なんかそのユミコには持ってないものがあるんですね、そっちに。だから安らぎを今求めてる。はい。今再びねサンクチュアリが訪れてしまうんですね。あなたの人生はこれからですよ。あなたの人生はこれからですよ。確かにユミコとはあんまり最近僕の気持ちが乗ってなくて、再びのサンクチュアリって言われたらちょっとそうありがとうございます。すみません、キモいとか言っちゃってお客さんに。ちょっと店員さんありがとうございます。いや結構いいなこれ。はい。カラン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 。あ、どうもごめんください。ごめんください。すごい。見たことある。よねじゃん。見たことある？娘の娘の旦那さん。いやちょっとユミコのお母さん？年末あったじゃない。どうも。年末あったよね。うちに来たじゃない。お世話になってます。出ちゃった。どうしたの？やばいよ。すっごいアクシデント起こってますねこれ。どうしたのよ。いや今日どうしたの？いや申し上げにくいんですけど、ちょっと最近ユミコとうまくいってなくて。ユミコも言ってたわ。なるほど。言ってたわよ。僕愛人がいまして。
はいそのまあわかるわその気持ち。私もいるのよ。あるわよねそういうの。じゃあ話は早いですね。そうよ。その愛人と住むための隠れ家を手配したいんですけど。大事よね。どうしちゃうの？ちょっとお願いしたいんですけど。はい。物件ね。はい。ちょっと待って探すわ。すげえババアみたいな喋り方すんね。いいマンションあったわよ。本当ですか。そのマンションはね、はい。知性と感性をくすぐる。すごい。そんな日常を紡ぐああなるほどね。憧れのシーン。ああいいじゃんいいじゃん。いい綺麗知性と感性をくすぐんだ。やっぱ愛人と、はいまあ、知性と感性をくすぐるようなことをするという、はい日常を紡げる憧れのマンションなんですね。ああなるほどね。すごい景色もいいんですよ。映画みたいですねいいかも。私の経験上、はいこういうところが良かったわよ。本当ですか。経験上。一番なるほど。経験された方にそうよお勧めされるとね、なかなか響いちゃいますね。信じて。信じて。絶対にいい生活が送れるわ本。当ですか。じゃあ、ありがとうございます。検討してみます。決まりました。はいお願いします。僕が契約したい物件は、はい。リオちゃんのお安らぎは今再びの静寂のサンクチュアリー。ありがとう。なんかよかったわ由美子をさ裏切っといて。ちょっとよかったよかったねサンクチュアリが強かサンったね。クチュアリが強いね。やっぱ聖域っていいよね。聖域安らぎもいいよね。そう安らぎもね。いいよねそう再びっていうのもいいんですよ。そう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 。言葉がうまかったねこのカードは。うまわかる。面白かったよね。いや面白かったね。すごいなんか考えさせられるね。考えさせられるアパマンショップの気分だね。誰が一番選ばれた？一回目が？僕1回目がピーナッツ。そうなんですよまあそうなん1ポイント。ちょっとレイちゃんがね、なんか年齢が高くなってた気がするんだよね。だいぶね。お母さんになってたからなってらん。はい、はいぜひ面白いのでみんなも覚えていきましょう。やってみてください。やってみてください。ポコピーのチャンネルにもコラボ動画上がってるのでぜひ見てください。見てください。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またねー。バイバイ。